結論から言うと、嫌いな人は自分の人生を好転させるために現れてくれてるんですね。ミラクルはいつも嫌いな人の背後にということで、嫌いな人の背後にってどういうことかというと、実際の例で説明すると、ある40代前後の女優さんがいた。で、その女優さんには結婚願望があったんですけども、出会いやタイミングなどに恵まれずに見込んだままここまで来たと。一方で、その女優さんには大きなコンプレックスがあって、それは字がめっちゃ汚いこと。字を人に見られるたびに、字めっちゃ汚いやんとか、もっと綺麗に書かへんのとか、これなんて書いてるのとか言われたり思われたりするのがめっちゃしんどかったんですね。そんなこんなで、その女優さんがある朝、折り込みチラシで自分の家の近所に書道教室が開校したことを知った。で、そのチラシには書道教室の講師の顔写真も載っていて、めっちゃ自分にとってタイプの男性だったんですね。あ、めっちゃかっこいいなーとか思った。ただ行動は起こさずにしばらくいたんですね。すると数日後にまた知り合いから字めっちゃ汚いやんとバカにされた。で、ようやく、よし、もうこれは書道教室に通おうと思って、重い腰を上げたわけですね。で、書道教室に行く。じゃあその講師のタイプの男性と気が合う。そして交際が始まる。そしてなんと結婚に至ったわけですね。まあ元からその女優さんには結婚願望もあったわけですから、めっちゃ幸せじゃないですか。じゃあここで振り返って考えた時に、さて字が汚いとバカにしていた人たちは何だったのでしょうか？悪者でしょうか？いえ、この二人を結びつけるために、あえて言わされていたのですと。僕にはこの運命の赤い糸で結ばれた二人を祝福するために、この意地悪な人たちがあえて配置されていたとしか思えません。つまり嫌いな人の背後には自分の人生が好転する奇跡が隠れてるんですね。それ単体はネガティブなものなんですけども、私たちの嫌いな人を避けようとするエネルギーたるや凄まじいものがあるじゃないですか。つまり嫌いな人が自分の人生に現れる。そしてその人に正面から向き合ってみると、良くも悪くも自分の人生に転機が訪れるわけですね。で、何もこれは嫌いな人に限ったことではなくて、例えば嫌いな物事も同様です。嫌いな物事、嫌なこと、例えばその一つに頼まれ事があると思います。誰かから何かを頼まれるとやっぱり嫌ですよね。私たち忙しいし、自分の時間も持ちたいんで、物を頼まれるっていうのはあんまり嬉しいことじゃないじゃないですか。ただ、頼まれ事が天命を連れてくる。つまり人から頼み事をされたらそれをこなしていくうちに自分の好きなことや得意なこと、つまり天命が見つかるということですね。頼まれるうちが花。頼まれればいつでもどこでもはい喜んで。ただこの頼み事っていうのは人からあなたじゃなきゃダメなんだとか、あなただからお願いするんだと熱心に頼まれることはめったにありませんよと。大体は誰でもいいんだけどあなたにとか、すぐ近くにいたからあなたにみたいな感じで雑にお願いされることが多いんですね。それでもいいじゃないですかと。何はともあれ行動あるのみ、運はどうより生じ、人が運んできてくれます。どんな頼まれ事であれ積極的に引き受けたいものですということで、じゃあ頼まれ事をこなしていくのが大切なのは分かったと。でもそもそも物を人から頼まれることがあんまりないっていう人もいるかもしれませんよね。それについては小林正観さんがきつい一言で、それはあなたの顔が悪いと。つまり頼まれ事が来ないのはあなたがいつもしかめっ面をしてるから、不機嫌そうな顔をしてるから、ブスッとしてるからなんですね。笑顔を心がけ、否定的なことを一切言わなくすれば、必ず3ヶ月後には頼まれ事が来ます。人生は頼まれ事です。損得を抜きにして誠心誠意、心を込めて頼まれ事をこなしていけば、誰でも必ず使命に出会うことができるのですと。また頼まれ事以外の嫌なことの例としては、例えば仕事で早朝出社を命じられるとかもありますよね。普段は9時前後に出社しているところを何かトラブルが起こってしまって、明日は朝の7時半に出社しないといけなくなった。で、7時半ってめっちゃしんどいじゃないですか。特に朝が弱い人にとってはめちゃくちゃしんどいと。ですので、早朝出社しないといけなくなったこと自体はネガティブな物事なんですよ。ただ、朝早く出社しないといけなくなったら、当然その分前日の晩早く寝ないといけなくなりますよね。すると夜の過ごし方に無駄がなくなりますよね。食べ過ぎ、飲み過ぎ、スマホ、テレビの見過ぎみたいなことがなくなりますよね。しかも早朝電車に乗ると普段の通勤ラッシュの時間帯に比べてかなり空いていることに気がつきますよね。で、特に東京なんて朝の電車ってめちゃくちゃ満員電車ですから、人のいない、人の少ない電車ってめちゃくちゃ乗り心地がいいはずですよね。ということで、早朝出社を通じて自分の生活改善が進むかもしれないですよね。最終的には自分の人生のミラクル、奇跡につながるかもしれませんので、つまり嫌いなことの背後にもミラクルが隠れているということですね。以上、嫌いな人が現れる理由、嫌なことが起こる理由と、それに対する対処法を開運大王こと桜庭つゆき先生のこちらの本より解説いたしました。最後まで見ていただきありがとうございました。いってらっしゃい。